開いてしまった骨盤の矯正方法をお伝えします。その前に知っていただきたいんですが、安心してください。あなたの骨盤は開いていません。こういうことを言いますと、雑誌やインターネット、YouTube、その辺のですね、整体や接骨院などでも骨盤矯正、骨盤の歪みなど大きく書いてあると言われるかもしれませんが、それにですね、骨盤が歪むと全身が歪んで腰痛や肩こり、冷え性の原因になるというふうにもよく言われています。体型も崩れまして正しい位置に矯正する必要があるとですね、テレビや雑誌などでもよく取り上げられています。いろいろなことを言われていますが、特に女性の間では骨盤矯正は常識とされています。産後などにですね、開いた骨盤が戻らないと腰痛になったり、太りやすくなるとも言われています。なので通い始めますと1回の治療で終わらせてくれずにですね、複数回通わせるようなところも多いです。中にはですね、高額な海水券を買わせられるという女性も多いです。当院に来られる中にもですね、骨盤が歪んでいると他院で診断を受けたという方が数多くいます。しかし骨盤が前後左右に傾いて腰痛などの原因になることはありましても、骨盤が歪むことやねじれるということはありません。骨盤の構造上歪むということは考えられないのです。こちらのですね、解剖図を見ていただきたいんですが、人体、この白いのが人体なんですけど、これによってがっつりと固定されています。当院をですね、利用してくれている医師の方にも骨盤の話聞いたことはあるんですけど、正直言って笑われます。で、私自身も論文を調べたことはあるんですが、歪まないっていう論文はですね、結構あるんですけど、開くっていう論文はですね、ちょっと探し方が悪いのか分かりませんが、見つけることができませんでした。骨盤に前後左右についている筋肉がですね、バランスを崩しまして、それによって骨盤が傾くっていうことは、よくあります。で、この骨盤模型のようにですね、前後、左右で回線ですね、このように傾くっていうことは、あります。ただねじれるっていうことはありません。ではですね、なぜ多くの整体カイロプラクティック、整骨院、雑誌テレビなどで骨盤の歪み矯正と、言われているのか。ここでですね、あれと思った方もいるかもしれませんが、病院では言ってないんですよ。骨盤矯正という医学用語もないそうです。なのに病院以外では多く言われているのは、はっきり言ってですね、儲かるからです。骨盤矯正という言葉に引っかかってですね、お金を払ってくれる女性が非常に大勢いらっしゃいますので、やめられないのではないかと思います。でも産後にですね、骨盤が開いてズボンが履けないのですがと言われることが多いのですが、それは、妊娠しますとプラス10キロ前後になるではないじゃないですか。でそのまま痩せていないことが考えられます。あと多いのがですね、ズボンを履くとここで引っかかること多くないですか？妊娠すると、10キロ前後、太るわけなんですけど、お腹を抱えるように立ちますので、股関節が開いてくるんですよ。通常このようになっている股関節がですね、このように開いてきます。で、この開いた股関節を皆さん、この骨盤が開いたと、大騒ぎしてるんですね。で、この開いた骨盤を知っているか知らないか分かりませんけど、多くのところでは、骨盤が開いていますよと、歪んでますよ、大変なことになりますよと、煽っているのです。しかしもしかしたらですね、本当に開いているのかもしれません。この骨盤はですね、出産の時、赤ちゃんの頭が通れるように、妊娠中から少しずつ骨盤と骨をつなげている靭帯っていうのがですね、緩んできます。そしてこの靭帯の緩みにはですね、妊娠中に分泌されるプロゲステロンやリラキシンというホルモンが影響しています。これらホルモン分泌に伴う変化で、少しずつ大きくなるお腹を支えるためにですね、日頃の姿勢が変化することなどによって妊娠中から腰痛を感じる方も少なくありません。そうなった際にはですね、ストレッチやヨガ等で筋肉をほぐすと痛みが緩和されることもあります。でまたですね、骨盤ベルトやサラシを巻くことによってですね、腹部の重みが支えられることによって腰痛が緩和するかという方もいらっしゃいます。
体に無理のない、範囲でですね、ご自身に合った対処方法を、探してみてください。妊娠中に分泌されていたプロゲステロンはですね、出産に伴い、急激に減少しますが、リラキシンはですね、産後も分泌され、産後半年程度かけてですね、徐々に減少していきます。リラキシンの減少に伴い、妊娠中から出産時に緩んだ、骨盤周辺の靭帯は自然と妊娠前の状態に戻っていきます。しかし開いてしまった股関節が元に戻らないという方が多いです。そこでこの開いてしまった股関節を閉じる、簡単な方法をお伝えしますね。まずは股関節の膨らみ、ここを感じてください。足を動かすと動くので、わかると思います。ではですね、仰向けになっていただきまして、両足を伸ばし、内股をしてみてください。股関節が開いていますと、内股ってどうしても閉じにくくなるんですね。ではですね、今のこの状態を覚えておいてください。右足を曲げていただきまして、左足を右膝にかけます。で、このまま左の方に倒します。で、股関節がこうぐーっと伸びてるっていうのを、意識しながら10秒間から30秒間、このままにしていってください。で、10秒から30秒間伸ばしましたら、足を交代します。左足を曲げて、右足首を左膝に引っ掛けます。で、このまま右に倒します。で、股関節を10秒間から30秒間、伸びてるのをこう意識しながら伸ばします。10秒から30秒間経ちましたら、両足を伸ばしてみていただきまして、また内股をしてみてください。そうするとですね、先ほどよりもこう内股がしやすくなっているのがわかると思います。立っていただきまして、ここの股関節の出方を確認してみてください。やる前よりも締まっているのがわかると思います。簡単なのでやってみてください。